この焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよ。はいどうもー、キッチンドランカーおじさんです。はい、ということでですね、違いましたね。料理のお兄さん、リュウジでした。最近僕の編集した動画を最後チェックしてるんですけども、完全におっさんですよね。言ってることがね。ということでですね、今回はですね、僕ね、まだ全然飲んでないんですけども、1本目なのでね。で、1本目に来るのはやっぱりね、至高シリーズですね。至高のジャーマンポテトです。これジャーマンポテトものすごい好きなんですよ。で、昔からものすごいバリエーションのジャーマンポテトを作ってきたんですけども、僕が一番王道で美味しいと思っているジャーマンポテト、これを、今回は作ろうと思います。なんかいろいろあるんですけど、ウスターソース味、浅草のね、神山だとね、ウスターソース味のジャーマンポテト出したりとか、いろいろ味付けあるんですけども、今回はですね、王道の塩コショウで作る、ジャーマンポテト、これをですね、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料説明いきます。じゃがいも2個、これね、よーくたわしで洗ってあります。皮付きでやってください。なぜ皮付きかというと、皮もですね、栄養があるし、皮にですね、ちょっとね、じゃがいもの土臭さがあるんですね。これがジャーマンポテトすごく重要になるので、ぜひ皮付きで作ってみてください。あと、玉ねぎ4分の1で 60g 使います。で、これがベーコン使います。はい。ニンニクが2かけ。結構ね、入れます。僕。ニンニク大好きな、ニンニクジャンキーなのでね。はい。じゃあですね、まずですね、儀式を行いたいと思います。何の儀式もう雨乞いみたいなものですね。はい。もう降りてこいっていうね。はい。もうこれがないと始まんないっていう。はい。通過儀礼でございます。はい。セーフ。はい、ということでですね、お野菜から切っていきましょうか。じゃがいもです。じゃがいもなんですけども、これいろいろな切り方があると思うんですが、だいたい1センチ、1、2センチの幅ですかね。で切っておきます。はい。1.5センチぐらいかな。1センチか1.5センチ。こんぐらい。少々、厚切りの方が。芋食ってる感がね、ポテト食って、ジャーマン食ってるみたいな感じがあるのでいいと思います。はい。玉ねぎもですね、なるべくね、厚切り、じゃがいもぐらいの厚さがいいと思います。じゃがいもぐらいの厚さで、1個今回は。はい。で、ベーコンも切っていきます。こんな感じでね、僕はね、ブロックベーコン使うんですけども、できればね、ブロックベーコンがいいです、これは。ちょっと、食べてる感があるのでね、はい。拍子切りにしていきます。あんまりね、細かくしちゃうと、ベーコンがね、ものすごく硬くなっちゃうんですよね。あとニンニクです。ニンニク、今回ね、ちょっと芯がないので、こんな感じで切っていっちゃいましょうかね。本当に今回粗めにみじんにしていきます。でこれ全部切り終わりました。まずこれちょっと僕のジャーマンポテトのやり方なんですけども、じゃがいもね、チンするんですよ、レンチン。そうすることによって生焼けを防ぐんですね。あとはね、エガまで火を落としておくことによって強火で調理できます。なのでこいつをですね、ラップしね、大体3分。3分待ってる間にですね、準備しておきましょうか。はい、じゃあですね、フライパン火にかけます。で、大体ね、オリーブオイル小さじ2ぐらい、引きます。で、ここで、まず最初にベーコン炒めていきます。で、ここはね、大体ね、弱めの中火ぐらいで炒める。じっくり炒めていきます。もう軽く表面に焦げ目がつくぐらいで大丈夫です。で、こうしたらベーコンを端に寄せていきます。これです。3分チンしたの。できるだけ表面を焼き付けたいので、これ剥がしてもらってですね、表面を焼き付けていきます。じゃがいもに焦げ目をつけていきます。そうするとじゃがいもがものすごく香ばしくなって美味しいので、いい感じにですね、並べ終えたら、その上にね、玉ねぎを加えていきます。ここで中火ぐらいにして、じゃがいもを焼く感じです。焼き目をつけていく感じですね。焼き目をつけていくと、いい感じにじゃがいもに焼き目をつける。この焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよ。一回ひっくり返して混ぜていくときに、ここからですね、まずコンソメ小さじ1よりちょっと山盛り、こいつを、加
ぱい入れて、ジャーマンポテトにはねこれが一番合います。バターです。バターここ入れていきます。バターです。ごめんなさい、ここら辺に入れてください。でこの油だまりができるので、ここにですね先ほど切ったニンニクを入れていきます。で、香りを出していきます。ベーコンもカリカリにで、じゃがいももカリッと焼いてるので、最初にニンニクを入れると焦げちゃうので、ニンニク後から入れます。で本当にすぐ火が通ってくるので、そしたら大きく混ぜます。そしたら最後に黒胡椒を少し結構がっつりかけてみて、どうですか、うまそうでしょこれ。ここら辺の、ね、絶対焦がさないように、そんな強火じゃなくていいです。中火ぐらいで、ニンニクもこのぐらいになるといいきつね色になってくるんですよ。いいきつね色で、こうなったら仕上げに酒です。でこのジャーマンポテト酒入れるんです。これで、この焦げとかを全部ソースに変えていくんです。でね、もうちょい入れようかな。大さじ1半ぐらいですね。これが至高のジャーマンポテトですよ。はい、ちょっと味を見て、少し塩ぐらい。これお好みです。なんか結構ちゃんと作るな。鉄板に移します。いい感じで。で、追い胡椒。胡椒はね、もうね、思ってるね、3倍。めっちゃこの香り重要なんで。上にちょっとパセリかけると、ちょっとお店っぽくなるんでね。はい。なければないでいいです。はい、じゃあこちらで、至高のジャーマンポテト。完成でございます。はい、ではできましたので、早速食べていただこうと思います。今日はジャーマンポテトですから、ジャーマンな飲み物ですね。ビールですね。まあ、ちょい泡が主張してますけども、おお、いいじゃないいいじゃない。ほらほらほら、どうですか。いただきます。もうお膳立ては完璧ですねこれね。じゃあいただきましょう。うまい、完璧です。これね、ビール5杯はいけますよこれ。いやマジたまんないですよこれ。本当に美味しい。やっぱりね、よく焼き付けてあるので香ばしさが全然違いますね。ベーコンもね、もうカリッとさせすぎずでね、そこにね玉ねぎの甘みが加わってね、非常に美味しい。コンソメですね。じゃがいもってね、お肉とすごく相性がいいんですよ。なのでやっぱりそのお肉の旨味が凝縮されてコンソメを使うことによって非常にね味が良くなってます。ビールがやばい。まだいけますよ僕は。まあ皆さんどちらかというとこっちの方が欲しくなってるんじゃないですか。結構ね雰囲気出ますよこれ。でもうまいこれ。であと味変です。これこいつとタバスコ。まあ粒マスタードね、これはもう 100% ですよ。ここに大胆に持ってあげてこれつけて、絶対うまいでしょ。ベーコンと玉ねぎとこれつけたジャーマンポテト。おまわりさん、ビール泥棒はこいつです。でタバスコ、これもね合うんですよ。辛みね合うんでね、まあ粒マスタード非常におすすめなんですけども、タバスコも合います。タバスコも合う。やつはとんでもないものを盗んでいきました。僕のビールです。じゃがいもも1回ねレンジで火を通してるんで、あれだけさっと炒めただけなのにホクホクでございます。非常に美味しい至高のジャーマンポテト。バターの風味も黒胡椒も全部ね決め手になっております。本当にもうマジうまいんで、ぜひ皆さん試してみてください。